ヒマラヤのふもと、インド北部に位置するカピラバストという小さな王国に待望の王子が誕生しようとしています。母マーヤー夫人は夢の中で6本の牙を持つ白い象が空から優雅に舞い降り、その象は何の痛みもなくそっと彼女の体の中へと入っていったと言います。やがてマーヤー夫人の懐に宿った命、それが後にブッダと呼ばれることになる王子シッタールタだったのです。王子シッタールタに賢者はこう告げました。この子は偉大な王か悟りを開くものとなるでしょう。やがて誰もが彼の未来に期待していました。けれど王子の心はどこか満たされませんでした。父である王は外の世界を見せぬように育てました。苦しみから遠ざけるために。ある日、王子は初めて外の世界を目にします。老いた人、病に伏す人、それは彼にとって大きな衝撃でした。人はなぜ老いるのか、なぜ苦しむのか、なぜ死ぬのか。そんな中、修行僧の姿が目に映ります。彼は一つの希望を見ました。宮殿に戻っても心は晴れません。結婚し息子が生まれてもこの人生に本当の意味はあるのか、その問いだけが残り続けました。ついに王子は決断します。愛する者たちに別れを告げ、静かに宮殿を後にします。すべてを捨て、ただ一つの答えを探すために。森の中で彼は静けさに包まれながら一人歩き始めます。やがて出会う修行の師たちとの学びも彼にとってはまだ答えではありませんでした。それでも彼は歩き続けます。まだ私は見つけていない。でもきっとその先に真理はある。王子シッダールタは王位も富もすべてを捨て、真理を求めて修行の旅へと出ました。深い森の中で出会った修行者たちは、苦しみを越えた先に悟りがあると語ります。彼は職を断ち、呼吸すら制し、体と心を極限まで追い詰めていきました。シッタールタのことを心配した王は、シッタールタのもとにゴビクを派遣します。ゴビクも一緒に修行を行いました。が、シッタールタはあまりに激しい修行の末、身も心も追い詰められ、衰弱し、とうとう倒れてしまいます。このままでは悟りの境地には到達できないと目の前が真っ暗になりました。村娘スジャータは神に祈り、日台を用意していました。帰り道、森の中で彼女は倒れた一人の男を見つけます。スジャータはためらわず日貝を差し出しました。その貝を受け取った時、彼の心に温かな命が戻ってきます。シッタールタは修行をする上で大事なものを見つけます。それは偶然ではなく、悟りの扉を開く運命の出会いでした。しかしその姿を見たゴビクは失望し、彼の元を去っていきます。シッタールタは思いました。苦行も快楽も極端なのではないか。そして見出した答えが中道。彼は菩提樹の下に座り、悟るまで決して立ち上がらぬと決意します。心の中では過去の記憶や欲望が渦巻き、悪魔マーラが現れます。誘惑と恐怖の幻影、そしてお前には悟れないという声。それでも彼は揺るがず、大地を証人にその歩みを示しました。そしてすべてが無に帰り、シッタールタはその時を迎えます。その瞬間、真理が開けました。すべての苦しみの根源は執着にあると悟り、彼は4つの真理、4体を悟る。それは苦しみの存在と原因、そして救いの道を示すもの、そして正しく生きるための8つの実践、8衝動を見出す。それは心、言葉、行いを例える悟りへの道しるべ。そして彼はすべての存在が因果と縁でつながっていると知り、ついに目覚めた者、ブッダとなったのです。彼は過去の迷いを振り返り、
こう気づきました。すべてはこの一瞬のためにあったと。そしてブッダは静かに立ち上がり、心に誓います。この真理をすべての人へ伝え導きたいと。そしてここからブッダの新たな旅が始まります。ブッダはふと立ち止まりました。この真理は果たして人々に届くだろうか。するとボンテン・サハンパティが現れ、この世界には真理を待つ者がいるとブッダに伝え、ブッダは決意を固めます。まず向かったのは、かつて共に修行したゴビクのもと。ブッダは修行と八正道を伝授。やがてゴビクはブッダの弟子となります。ブッダは火を崇拝するカッサパ兄弟にも語ります。真理は炎の中にはない、心の内にある。天界からも声が届きます。帝釈天がその教えを称賛します。故郷に戻ったブッダは、父王スットーダナに説法します。妻ヤショーダラーは静かに理解を示し、息子ラーフラもまた父の背を追って出家の道を選びました。ブッダは貧者にも王族にも分け隔てなく教えを説きます。しかしその教えは一部の王族や修行者たちの反発を招きます。錯綜、非難、誤解。それでもブッダは慈しみで答えました。教団は成長し、規律が定められ、秩序が生まれました。ブッダは王や哲学者とも対話し、深い理解を築きます。やがて、オバマハー・パジャーパティを筆頭に、女性相談が誕生します。サーバッティの説法では、数千の民が耳を傾け、かつての盗賊アングリマーラも仏門に入り、救われました。慈悲の心を実践し、病人を看病し、飢えた者に食を施しながら、ブッダの教えはインド全土へと広がっていきます。富豪ダクシュナーは、その教えに感銘を受け、大きな僧院を寄進します。死別に嘆く母には、無常を説き、生きとし生きる者は、やがて無に帰ると慰め、ブッダは執着を手放すことで、真の愛に変わると諭します。妬みによる迫害には慈悲で応じます。こうしてブッダの教えは確立され、ただの宗教を超え、人々の生き方となっていったのです。ブッダの晩年の旅路は、静かなる終焉への歩みでありながら、教えを深め、広める決意に満ちたものでした。クシナガラへの最後の旅では、すべてのものが無常であることを強調し、弟子たちに対して、すべては無常であると語りかけました。しかし、旅の終盤、ブッダの体調は急激に崩れます。それでも彼は、これも自然の理である、と静かに受け入れ、弟子たちに最後の教えを残す準備を始めました。クシナガラに到着したブッダは、サーラの木の間に横たわり、最後の時を迎えます。弟子たちが集まる中、彼は、自己を友とし、道を歩ね、と最後の言葉を残し、深い瞑想に入り、涅槃へと入られました。ブッダの入滅後、弟子たちは、ブッダの遺骨を供養し、その教えを広めるための活動を始めました。初めての経典編纂を行い、ブッダの教えは後世に伝えられ、多くの人々の心に光を灯し続けることとなりました。ブッダの教えは時を超えて今もなお、多くの人々の心の支えとなっています。